はい、こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。この動画では発酵食などの食に関する知識やシンプルで快適なライフスタイルを実現する方法などについてお伝えしています。で、前回、前々回からですね、続けています、糖質制限の、体験談の続きをやっていこうと思います。今回で4回目ですかね。昔私が、かなり結構厳しめの糖質制限をやってきた、経験からですね、糖質制限を実際にやったことによってどういう変化が訪れたか、どういうトラブルがあったか、いいところも悪いところも、全部含めてですね、その体験談をお話ししております。で、最初に言っておきますと、今現在ですね、その糖質制限をいいですよっていうふうに進めているっていうわけでは全くないです。とりあえずですね、昔、やった時の経験談として、事実としてですねお伝えしたいことを、お話ししていこうと思っております。で、前回からですね、いろいろ、血糖値の値が良くなくってとかですね、病院に行って検査をして、反応性低血糖という症状があるという結果が出てですね、いろいろ食事を改善したりとか、そういったことをやってきたわけなんですけれども、今回はですね、その糖質制限食っていうのを自分なりに始めて1ヶ月半ぐらい経った時の、状態のお話をしようと思います。生まれつきですね、その膵臓のベータ細胞の働きが弱いっていう体質ってことが分かったわけなんですけども、生まれつきその膵臓のベータ細胞自体が弱いので、インスリンがですね、遅延過大反応してしまう反応性低血糖というふうに診断されていました。はい、で診断されてからですね、だいたい2ヶ月ぐらい、経ったところの話なんですけども、担当医の先生にはですね、1日の糖質摂取量を 150g 以下にしなさいと言われていました。でかつ1日の総量が 150g 以下で、かつ1日、1回の食事での糖質摂取量は 50g 以下にしてくださいというですね、糖質制限としてはかなり緩めの制限で進めていくように言われていました。で、私自身もですね、最初はゆるくやっていこうというふうに思っていたんですけれども、やっぱり性格的に何でもかんでもやるとなったらがっつりやらないと、気が済まないみたいな性格なので、ついついですね、このドクターから言われた制限よりもかなり厳しく制限するっていうふうになっていってしまっていました。とはいえですね、自分ではその制限してるみたいな感じはあまりなくって、むしろ楽しんで糖質オフ生活を送っていました。で、そんな中でですね、ちょっと明らかな症状がいろいろ出てきましたので、そこの話をしたいと思うんですけども、大体ですね、その頃1日の糖質摂取量は平均して、約40から50グラムぐらいの食生活を1ヶ月半ぐらいやってました。1日の総量はですね、40から50グラム。これかなり少なめですよね。糖質の総量が1日それぐらいしか取ってないっていうのは、普通に糖質摂取している人に比べたらもうかなり少なめです。はい。で、最初のうちはですね、とにかく体がめちゃくちゃだるかったんですね。もう体が本当にこれでもかって思うぐらいもうだるくて、もうこのまま死ぬんじゃないかと思うぐらい大変でした。で、朝がですね、やっぱ一番しんどくて、もう起きるともう起きた瞬間からだるいみたいな感じで、日中もですね、とにかくこの体がだるくて重くて、ちょっと歩いただけでももう座りたくなっちゃうみたいな感じでした。で、それが1ヶ月ぐらい続きましたね。で、その原因としてはおそらくですね、長年エネルギー源をですね、糖質メインにしてきたせいで、糖質しかエネルギーにできない体になっていったため、体が飢餓状態になってしまい、冬眠モードに入っていたせいだというふうに思います。このことについては前回前々回の動画で、もう少し詳しくお話をしているんですけども、とにかくですね、そういう原因、もう大体原因が分かっているような状態だったんですね。要は脂質をエネルギーに変えられない体になっていた。
なので脂質をいくら取ってもエネルギーに変換することができずに、糖質ももちろん入ってこないっていう状態、少ない量にしてますので、体がですね生命の危機を感じて極力代謝をしないようにこのエネルギーを溜め込むっていうことを自動的にしてしまったんですね。でこれはいわゆる冬眠モードというやつなんですけれども、多分糖質制限とかそういうのしてなくても例えば全然食べ物飢饉とかで、飢饉なんてこの現代にはないと思うんですけども、全然食べ物が手に入らないみたいな状態になってくると、だんだん体はその冬眠モードになって全然栄養素が入ってこないで、全然エネルギー源が入ってこないから、なるべくその体力を使わないように温存していこうみたいな、信号が働くわけなんですよね。でこの冬眠モードっていうのはずっと1ヶ月半くらい続いていたわけなんですけども、そこからの脱却っていうのが、突然訪れたわけなんですね。この正直いつまでこの状態が続くのかとですね、半ば投げ出したくなっていた矢先のことなんですけれども、ある日突然ですね、今までに感じたことのないものすごい頭痛が襲ってきました。普段からですねその頭痛持ちってことはなかったですし、もうそれまでですね生きてきた中で頭が痛くなるっていうことなんて二日酔いの時ぐらいだったんですよ。二日酔いの時はすごい痛かったんですけど、それ以外で頭痛って本当なかったんですね。なので急にその二日酔いでも何でもないのに激しい頭痛が来るっていうのは、これ絶対にその糖質制限の影響だろうなというふうに踏みまして、でいろいろ調べたりはしていたんですね。でその謎の頭痛っていうのがですね丸2日間続きました。で2日間謎の頭痛が結構激しめの謎の頭痛が続いて、3日目にあっさり治りました。でもう一体何だったんだろうなというふうに不思議に思っていたんですけども、頭痛がですね治ったと同時に、体に変化が起こりまして、でその変化によってなんとなく自分の状態が分かりました。その変化っていうのは何かっていうと、これまでその糖質制限始めてから、その1ヶ月半ぐらいの間ですね、その間ずっと毎日のようにだるかった体が本当に嘘みたいに軽くなったんですよ。だるさが全くなくなりました。でこれはですねまさに糖質制限を始めてから約1ヶ月半にして、ようやく糖質代謝モードから脂質代謝モードに体が切り替わったんじゃないかと思ったんですね。長年この糖質しか代謝できないような、体にそれに慣れていたので、ずっとその糖質代謝モードっていう状態だった体が、糖質制限を始めてだんだん、最初のうちはその変化に耐えられなくていろんな信号を出して体がだるいとか、いうことになったんですけども、だんだん慣れてきて、要は脂質を代謝できる脂質代謝モードに体が切り替わったから、そういうことが起きたんじゃないかなというふうに思いました。その頭痛の原因はですね、ケトン体というものが初めて脳に入ったことによって脳が拒絶反応したんじゃないかなって、これ自分の勝手な予想なんですけども、勝手な本当に想像なんですが、要は今までケトン体っていうのがほとんど出ていなかった状態なんですね。要は糖質をちゃんと定期的にもう取っていたから、そのケトン体を出す必要がなかった。だけども、今回その糖質制限を1ヶ月以上やったことによって、もうこれはやばいってことになってケトン体を出さなきゃみたいな、風に体がなって、でケトン体がもう生まれて初めてぐらいな、感じで脳に入ってきたことによって、脳がこの初めての物質に対して拒絶反応を起こして、でその結果激しい頭痛、今までにないこの原因不明だと思っていた、頭痛が起きたんじゃないかなと思ったんですね。で、そういう推測があっているのであれば、ケトン体が出てるはずですよね。多分ですね、それまでは厳しく糖質制限をしてもこの冬眠モードになってしまうというだけでケトン体が産生されてなかったんじゃないかなというふうに思ってまして、ケトン体がちゃんと作られているか、
この頭痛が起きてだるさが治ったことによって、ケトン体がちゃんと作られているのか、自分の推測が、合ってるかどうかっていうのを確かめるためですね、調べるために、とにかくですね薬局に行って、尿中のケトン体を調べるためのですね試験紙っていうのを買ってきました。ケトン体が出てるかどうか、産出されているかどうかっていうのは尿で出てくるんですね。尿で調べれば、分かりますので、その尿の中の尿中ケトン体を調べるための試験紙っていうのがありまして、それがウロペーパー3っていうやつなんですね。ウロペーパー 3K というやつです。でそれを購入してきました。で薬局で購入したといってもですね、普通は大抵その普通の薬局とかには置いてませんので、わざわざお取り寄せをしてもらってですね、ウロペーパー3を、購入しまして、検査をしたんですね。で結構別にネットで買えばいいじゃないっていうふうに思ったんですけども、調べたところですね、結構どこも売り切れとかなんですよね。需要がなくて売り切れなのか、それともその当時結構かなり糖質制限が流行っていたので、その流行っていることによってみんながいっぱい買うから売り切れなのかちょっとよく分からなかったんですけども、ネットで買うことができなかったので、近くの薬局でお取り寄せをしてもらいました。で、調べてみたところですね、これビンゴでした。もうめちゃめちゃ、ケトン体が出てたんです、尿に。なんかちょっと嬉しかったですよね。体のだるさもなくなって元気に動けるようになったし、なんか尿にケトン体も出ている、っていうところで、なんか今までやってきた糖質制限の成果がですね出てるような気がして、なんかがぜんやる気もアップしてたんですね、その時。でなんですけども、よくよくそれも調べてみたら、尿にケトン体が出ているっていうことはですね、ケトン体が出ている、産出はされているんだけれども、ケトン体をうまく体が利用できてないっていうことみたいなんですね。ケトン体は産生されているんだけど、それを効率よくエネルギー源として使えてないから、尿に排出されちゃってるという状態といったところでした。糖質制限を始めて順調にですねケトン体回路になる人っていうのはですね、最初のうちは尿にケトン体が出るんだけども、そのうち体内でしっかりケトン体が利用されるので尿には出てこなくなるということなんですね。それはですね、その当時がっつりその糖質制限をしている人とかのブログなんかを読み漁ってですね、分かってきたことなんですけども、私のように糖質代謝モードがずっと続いているような、人間っていうのは糖質制限を最初ガッて急に始めても、なかなかすぐにそのケトン体が出るっていう状況にまでならないんですけども、そうじゃない方っていうのはもともと脂質をうまく代謝できる、タンパク質をうまく代謝できるっていう、体質の方はもう結構始めてすぐから尿にケトン体が出るんですね。で出て、最初のうちはケトン体出てるすごいみたいな、糖質制限したらケトン体出たってなるんだけれども、だんだんずっとその糖質制限を続けていくことによって、その、最初は尿に出てしまっていたケトン体がうまくエネルギーとして体内で利用されるようになっていくので、だんだん尿には排出されなくなっていくということなんですね。ということなので、それを踏まえて、自分の状況を考えると、ケトン体回路にはまだその時点ではなっていなかったということなんですね。ただ単にケトン体がようやく産出されるようにはなったけれどもと、いうことなんですね。だからなのかわからないんですけども、その時点でですね、糖質制限、結構厳しい糖質制限を始めて1ヶ月半2ヶ月経った時点でも体重っていうのは一切減ってなかったです。むしろ増えてました。増えた状態で、変わらない、どんどん増えていくってことはなかったんですけども、若干増えてそこで止まっていたという感じですね。そしてですね、さらに次なる副作用みたいなやつが襲ってきました。それは何かと言いますと、人生初の胃痛と吐き気ですね。糖質制限を始めて、2ヶ月ぐらい経った頃なんですが、その頭痛が起きて、体のだるさがなくなってですね、順調に糖質制限
の、効果っていうのが、いい状態に進んでいるのかなと思って安心していた時にですね、突然それもやってきまして、突然夜中に激しい胸焼けと吐き気に襲われました。とにかく胃が気持ち悪いんですね。で、吐き気もすごいあったし、だけども吐こうとしても何にも出てこないっていう状態なんですね。で、最初は食あたりか何かかなと思ったんですけれども、胃が痛い、胸焼け、吐き気がするっていうだけで下痢はしてないんですよ。便はむしろ快調だったんですね。それまでずっと便秘気味だったんですけども、糖質制限始めてからちょっと便が快調になっていたので、全然その便は問題なかったので、食あたりはちょっと違うだろうというふうに思っていまして、なんて言うんですかね、つわりみたいな感じなんですよね。つわりは経験したことがある方にしかわからないと思うんですけども、妊娠中のこのつわり時期のもうこの果てしない苦痛っていうのがあるわけなんですが、まさにそんな感じでした。吐き気がするけど全く何も出ない。で、空腹時にこの胃痛が激しくてですね、お腹が空いてで胃が痛いだけど、それで食べてもまた気持ち悪くなるみたいな、何とも言えないですね。その胃の症状が約1週間ぐらい続きました。で、それまで生きてきた中で頭痛と同じくですね、二日酔いの時ぐらいしかそんな状態になったことがなかったわけなんですよ。胃もやっぱり二日酔いの時は頭痛もすごいするし、胃も気持ち悪いみたいな風になるんですけども、そんな風に胃の状態になるのも初めてだったわけなんですね。あと座りの時以外ですね。で、そんなことが起きたので、これもですね、やはりこの糖質制限が関係しているに違いないと思って、ネットでいろいろ調べてみたりしたところですね、糖質制限に詳しい方の意見を聞いたりもしました。で、そういっていろいろ調べたところですね、なんとなく原因が分かってきました。その胃の調子が急に悪くなった原因は何かっていうと、今までですね、それまでの人生であんまりそんな大量にタンパク質を取って来なかったような人が急に大量の動物性のタンパク質を、摂取を続けるとですね、胃が疲れてきて胃痛になる可能性があると。で、タンパク質の消化には胃酸がたくさん分泌されますので、その胃液で胃の壁ですね、胃液で胃壁が薄くなるというところですね。で、薄くなった胃壁の回復には時間がかかるといったところだったんです。大まかに言うとそんなところですね。要は今までタンパク質を取ってきたんだけども、そんなに毎日のように大量にタンパク質が胃の中に入ってくるってことがなかったのに、急激に毎日大量のタンパク質が、胃の中に入ってくると、それを消化するために胃がちょっと疲れちゃうんですね。で、タンパク質を消化するときに、胃は大量の胃酸を出します。で、胃酸が大量に分泌されるってことは、その分泌された胃酸、胃液でですね、その胃の壁がちょっと薄くなる、その影響で薄くなっちゃうと。で、一回ちょっと薄くなっちゃうと、それが元通りに回復するまでは結構時間がかかったりするということなんですね。はい。なるほどと、いったところですね。確かにですね、私の場合もいきなりタンパク質ばっかり取っていましたので、私の体にとってはちょっと取りすぎで、胃が追いついてなかったっていうことなんですよね。これ結構若い女性とかに多いみたいなんですけども、お肉はなんかダイエットの敵だからみたいな、脂質が多いからとか、どっちかというとこう野菜中心みたいな食生活をしているその若い女性の方とかはですね、やっぱりそのタンパク質を代謝する能力が落ちていたりするので、急にそのお肉ばっかりとか脂質ばっかりとか食べると、ちょっと胃が疲れて胃もたれしちゃったりとか、することが、結構あるみたいです。はい。その当時ですね、私の、食事の内容といったら、朝ごはんはゆで卵3つと鶏ハム2切れで、お昼ごはんはお肉たっぷりとお野菜ちょっとで、夜ご飯もですね、お肉たっぷりと、お野菜と、ちょっとだけ芋とかをですね、食べて、その芋とかで糖質を取っていたみたいな感じですね。もう白いご飯とかパンとか一切食べてなかったです。
でそんな食生活だったので、さすがにですね、胃が悲鳴を上げたんじゃないかなというふうに思いました。でその胃痛があったのをきっかけにですね、ちょっとやっぱり少し食事内容を見直すことにしました。で食事内容をですね見直してちょっとだけなんですけども変えてみたところ、徐々に胃の調子が回復しまして、でさらに体重も戻ってきました。はい。なんか要は体重増えたのいろんな冬眠モードに入ってたからっていう、理由もあるとは思うんですけども、要は食べ過ぎだったっていうこともあるっぽかったですね。糖質の量はすごい減らしてるんだけれども、お肉食べなきゃとか脂質もいっぱい取らなきゃとかで多分普段よりもかなり量食べてたんですよね。なのでその大量に食べる、しかも入ってくるのはタンパク質とか脂質とかばっかりで胃に負担かかるようなものばっかりっていうところで、ちょっとね胃が疲れた、っていう状態になったんだと思います。で今までですねその糖質制限をしたことによってなんかいろいろだるいとか頭が痛いとか体重も増えちゃったとか胃が痛いとかですね、いろんな不具合ばっかりのお話をしてきたんですけれども、糖質制限を始めてからいい、成果というかですね、いいこともいっぱいあって、いい変化ですね、もいっぱいありました。なのでその糖質制限を1ヶ月半から2ヶ月ぐらい、結構厳しめにやった結果どういういい変化が訪れたかですね、そこをお話ししていこうと思います。まず一つ目はですね、お腹が空かないということですね。以前はですね、とにかく食べてもすぐにお腹空いてました。朝ごはん毎食食べてたんですけども、毎日食べてたんですけども、朝ごはんちゃんとしっかり食べてももうお昼前11時ぐらいとかにはめちゃめちゃお腹空くんですよ。でお腹空いてしょうがなくって、でなんか例えば仕事中で仕事が忙しくて12時ぐらいにランチタイムにご飯が食べれないっていう状況になったりとか、あとはなんかどっかに遊びに行ってたりとかして、なんか渋滞にはまっちゃって、レストランまで全然着かないとか、なんかそういう状況になるとなんかすんごいイライラしてたんですね。お腹が空くと人ってやっぱりイライラするので、そういうなんかお昼ご飯が決まった時間に食べられないとすっごいイライラしてました。なのでずっと生きてきてずっとそういう生活だったので、空腹になったら人はイライラするっていうのは当たり前だと思ってたんですね。でその当時だから自分が朝ごはんを抜くっていうこともありえなかったし、昼ごはんを抜くっていうことももうありえなかったので、なんかたまにですね仕事場とかで昼食を抜いてまで仕事をしている人、忙しくて取れなくって今日昼ご飯食べれなかったみたいな人とかを見るとですね、ちょっともうありえないよねと思って、私にはそういうの絶対無理っていうふうに思ってました。でそういうふうにずっと思ってたんですけれども、糖質制限して、2ヶ月ぐらい経った、時ですね、それが全くなくなったんです。でそもそもお腹が空かないし、その意味不明にイライラするっていうことがなくなったんですね。でその朝ごはんもですね、その胃痛が、するっていう症状があってから、ほとんど食べなかったんですけども、朝ごはんも食べなくてもなんか全然お腹が空かないんですよね。むしろ朝ごはん食べない方が体が軽くて快調だったんですね。でしかもその朝ごはんはちょっとだけ食べても食べなくてもお昼の時間になっても全然特にお腹が空かないので、要は時間を気にすることがなくなったんですね。食べたいなって思う時に食べれば普通に美味しく食べられるので、なんかすごい自由になったなみたいな感じがしました。それまではやっぱり決まった時間に食べないと嫌だったんですね。なぜかというと、規則正しい生活をしたいっていうのもあるんですけども、決まった時間にご飯を食べないとお腹が空いて他のことが手につかないんですよ。でお腹が空いてるのに食べられないとイライラしちゃったりとか、するので、
なんか常にこう時間を気にして時計を見ちゃうんですよね。もうすぐ10時半か、そろそろお腹空いてきたなみたいな、もう11時か、なんかもうそろそろ昼ご飯何食べようかなみたいな、なんか常にそういうことが気になってしまって、いたんですけども、そのお腹が空くっていうことがなくなってから、別にその食べなくてもいいんだみたいなところで、じゃあお昼ぐらいのランチタイムの時間になったからといって、必ず食事をしなきゃいけないってことがないので、別に時間を気にしなくてもいいんだっていう風になって、本当自由になったんですよね。それが、1つ目の良かった変化ですね。で2つ目がですね、甘いものとかパンに対する執着が全くと言っていいほどなくなりました。で昔からそのパンが大好きだったんですね。パン大好き人間で、もう朝はもちろん当然のようにパンを食べて、で昼は食後に菓子パン食べて、で夜も食後に菓子パン食べてみたいな生活をずっともう20年ぐらい続けてきたんですね。なんなら小学生の頃も朝ごはん、ご飯と味噌汁がなんか親が作ってくれて食べるんですけども、ご飯と味噌汁食べた後に普通に食パン食べたりとか、してたぐらいパンが好きだったんですけども、そんな感じでも結構その38歳ぐらいまでずっとパンを食べるという生活をしてきたのに、糖質制限始めてから、糖質を制限するためにパンをこうやめるっていうことをしだしたら、なんかパンに対するこう欲がなくなっていったんですよね。なのでこう美味しそうな街を歩いていてですね、すっごい美味しそうなパン屋さん見つけても、美味しそうなパンの匂いがそこからこうふわーんとしてきてもですね、なんか美味しそうなパン屋だなって、美味しそうだなっていうふうに思うんだけど、決して別にそれが不快とか全然美味しそうに思わないとかではないんだけれども、美味しそうだなって思うんだけど食べたいっていうふうに思わないんですよね。昔だったらというか、糖質制限する前だったら、パンの匂いがしてきた、美味しそう、絶対すぐもう入ってすぐ買うみたいな感じだったんですよ。買わないはずがないみたいな感じだったんですけども、全然そのパン屋さんに入るってこともなくなったんですね。で、パンもそうですし、あとケーキとかシュークリームとかのスイーツもそうですね。そういうのを見て、美味しそうだなって、もともとそういうのも大好きだったので、食後は夜ご飯の後はだいたいパンかスイーツかどっちかみたいな感じでしたね。で、そういったスイーツもですね、美味しそうだなとは思うんだけれども、これ食べたいなっていうふうには思わないんですよ。昔はですね、昔はというか、その糖質制限以前は、その甘いものって好きじゃないんだよねっていう男性とかよくいると思うんですが、その男性が甘いものに興味を示さないってことに対して、なんかすっごい理解不能だったんですね。なぜなのっていうふうに思ってたんですけど、なんかその糖質制限始めて甘いものに興味がなくなった時、初めてその気持ちがわかるなって思いました。本当になんか興味がないんですよね。別に、食べたら食べたで、美味しいねって思うかもしれないんだけど、別に甘いもの食べたいっていう風な感情にならないんですよね。で、パンもそうだし、甘いものもそうだし、あと白米に関してもそうなんですね。特に、もちろん制限中は制限しようと思ってこう減らしたりやめたりとかしていたわけなんですけども、ある一定の期間が経つとですね、特にその食べたいけど我慢してるっていうわけじゃなくって、別にこのほかほかの炊きたての美味しそうな白米が目の前にお茶碗で出されても、そんなに食べたいって思わないんですよね。なんか不思議ですよね、人間の脳って。砂糖の中毒性とかですね、グルテンの中毒性ってよく言われますけども、そういった点もその糖質制限をしたことによって、身をもって実感しています。本当に砂糖って中毒性があるんだなっていうこととか、グルテンって、本当に中毒性があるんだなというところですね。よく、砂糖はねいろいろ害があるとかって言われていますし、グルテンもですねいろいろ言われていて、でグルテン不対症っていうのは全然その少人数本当に、少数の方だと思うんですけども、
なのでグルテンをやめたところでなんかダイエットができるとか、健康になれるみたいなことはあまりつながらないんですけれども、ただやっぱり中毒性っていうのはあるみたいですね、グルテンには。なのでパンって一回食べ出すともうどんどん欲しくなるんですよ。パン食べてある程度お腹が膨れてもなんかもうちょっとパン食べようかなとか思ったりとか、今日食べたら明日も食べたい、明日食べたら明後日も食べたいって、絶対毎日食べることになるんですよ、パンって。必ず中毒性があるから。はい。砂糖もそうですよね。甘いものを食べるとまた甘いものが欲しくなるということなんです。はい。それを本当に身をもって実感しましたね。はい。で、そういったものが必要なくなったというところで、あとですね、そのパンをこう食べなくなったせいなのか、鼻炎がですねかなり軽くなりました。昔から結構いろんな花粉のアレルギーとかがあったりして、年中鼻炎なんですね。鼻炎だったんですね。なのでもちろん杉とかヒノキとかそういう時もそうですけども、夏の間とかもずっとこう、イネ科の植物とかですね、とかで鼻炎だったし、秋もなんかまた別のもので鼻炎だったりしてて、年中この毎日鼻かむみたいな状態だったんですけども、糖質制限をですね、実践して2ヶ月ぐらい経ったら、こう鼻炎自体がほとんどなくなったんですね。で、その鼻炎によってただ単に鼻水が出てくるとかくしゃみが出るだけならいいんですけど、私の場合ですね、後鼻漏といって、鼻の穴から出ずに鼻水が、この喉の方に流れちゃうんですね。この喉の方にこうやって流れちゃうので、鼻水が喉から流れて飲み込んじゃうみたいな状態で、それすっごい辛いんですけど、その後鼻漏の症状があるせいで夜しっかり寝れなかったりとかしていたんですが、その後鼻漏もほとんどなくなったんですよ。これもすごい効果てきめんですよね。その鼻炎が良くなったっていうのが、どれがピンポイントですね、どれが良かったのか分かんないんですけども、おそらくパンじゃないかなと踏んではいるんですが、とにかくですね、砂糖もですよね。砂糖は多分かなり影響していると思います。パンと砂糖、パンの中にはその食べるパンの種類にもよるんですけども、砂糖がいっぱい入ってたりとかしますので、やっぱりそのあたりが、影響していて、長年鼻炎に苦しんでいたのにそれをやめることによって鼻炎がなくなったってすごいですよね。なんでその成果に喜ぶと同時にグルテンと砂糖って恐るべしだなというふうに思いました。で、あと同時にですね、牛乳もやめてたんですよ。やっぱりその牛乳っていろいろ悪影響があったり、する、牛乳って言ってもその牛乳自体が悪いんじゃなくって、日本でスーパーとかで市販されてる牛乳をあんまりいっぱい飲むと良くないという話なんですけども、いろいろ、糖質制限を始めたと同時に他のものも気をつけていたりしたので、牛乳をやめたっていうのももしかしたら、鼻炎が治ったということに関係しているかもしれない。なので原因はいろいろ分かんないんですけども、とにかく鼻炎が全くって言っていいほどなくなりました。で、あとですね、快便になったっていうのもありますね。ずっと長年便秘が続いていた、慢性便秘体質だったんですけれども、糖質制限をすることによって、便がスルッと出るようになりました。便がもうなんか本当にスルッと出るんですよ。やっぱりそれはですね、脂質が今まで足りてなかったんだろうなというふうに思うんですけれども、そんないい効果もありました。はい。で、その糖質制限したのが、今からかれこれ 4,5 年前とかなんですけども、それよりももっと前にですね、それよりももっと何年か前に白砂糖のみを控えるっていう食の改善をしたことがあったんですけども、その時はですね、一応ちゃんとその甘いものを一切食べないみたいな、白砂糖、白砂糖っていう黒砂糖ももちろん排除してましたけど、その時はですね、正直言って特にこれといった体のいい変化っていうのはなかったんですね。
別にその時もスイーツそんなにいいかっていうふうにはなったんですけども、特に体の調子が良くなったとかそういう変化は感じられなかったんですけれども、今回というか、その時ですね、糖質制限をした時は砂糖だけじゃなくって、砂糖はもちろんのことも、その糖質というものをそれ自体をですね、糖質というもの自体を制限したところ、あらゆるいい変化があったということなんですね。もちろんですね、今までの動画で説明してきたような悪い影響もたくさん出ましたけれども、それはいわゆるですね、最初の方の好転反応って言うと良くないらしいんですけど、好転反応っぽいやつみたいな感じで、最初ちょっと変化が起きたことによって体がびっくりしちゃって、悪いことが起きていたというだけで、徐々にそれも改善していきましたので、そういうことだったんだなというふうに思ってましたし、やっぱりいい変化っていうのがすごく多かったです。なんでやっぱり砂糖だけではなくてですね、よく砂糖立ちをするとか、っていう方もいっぱいいると思うんですけれども、砂糖だけじゃなくって、果糖も含めた、甘味っていうのは全て、取るべきではないと思いますし、砂糖を制限して健康効果を得たいと思うならですよ、健康効果を、得たいのであれば砂糖だけじゃなくって、果物とか、それの代替甘味料とかですね、そういったものを取っていたら、あまり意味がないと思いますし、砂糖だけじゃなくてですね、その要は甘いものっていう、ジャンルのものだけじゃなくって、その糖質自体をある程度制限しないと健康効果っていうのは得られないんだなというふうに思いました。これはあくまで私の実体験なので、人によっては別に砂糖をやめただけですごい効果があるかもしれないですし、わからないんですけれども、やっぱりこの糖質っていうものも白米とかパンとかそういうもの全体的にですね、全体的に制限するっていうことでかなり、体にいろんな変化を感じることができるかと思います。あと牛乳もですね、やっぱり牛乳って、結構いろんな影響がありますので、一回やめてみると変化感じられるかもしれません。でそんなところでですね、糖質制限を実践して2ヶ月ぐらいの状況というところをお話ししました。その後もですね、いろんな変化があったりとかしていったんですけれども、で何年か経ってですね、今現在はそういった厳しい糖質制限とかは全くしていません。普通の食事をしています。だけども甘いものは毎日食べたりとかはもちろんしないし、ご飯とかそういった糖質もですね、多分一般的な、普通の健常な人よりは少ないです。それはなぜかというと、糖質を制限することによっていい効果があるってことが分かっているということと、あとはそもそも、反応性低血糖という症状があるので、ドクターからも、ストップはされてないんですけども、なるべく少なめにした方がいいですよって言われているっていうことと、あとはですね、当時、糖質制限わーって盛り上がっていて、各所でですね、糖質制限論者みたいな人が糖質制限はいいぞってみたいなことを言っていて、いろんなことをお勧めされていたんですけども、だんだんですね、その世の中の風潮が変わってきて、やっぱりダメだ、やっぱり糖質制限はダメだっていうふうに言い出す人がいっぱいいて、今まで糖質制限万歳って言っていた人がもうくるっと裏を返して、やっぱり糖質制限はダメだって、糖質をちゃんと取らなきゃダメだみたいなことを、言い出したりしてですね、いろんな変化がその糖質制限界隈ではあったみたいなんですけども、そういったいろんな方の意見とかを参考にしてですね、やっぱり自分も激しい糖質制限をしたことによって激しい変化があったりしたので、あまりですね、そういう厳しい激しいこととかが、体に起こると、体がちょっと傷つくというか劣化するというか、そういうことが起こるんじゃないかなというふうに思っているので、今はですね、バランスよく、糖質控えめでバランスよくでも取る、全く取らないとかすごい極端に少なくするっていうことはしないようにしています。
はい、ということで今回はかなり長くなってしまいましたけど以上となります。で次回が糖質制限の体験談最後とさせていただこうと思います。というわけでですね、この動画ではシンプルライフについて、発酵食について、食と健康についてといったテーマで皆様のお役に立つ情報を発信していますので、見逃したくないという方はですね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。またですね、発酵食に関して動画で学べる発酵食講座というですね、動画講座リリースしておりますので、そちらも画面下の概要欄の方から見ることできますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。